テルメ、今回は有名すぎて批判どころか、中には陰謀論すらある研究をご紹介したいと思います。なんだろう？結構思い浮かぶものがちらほらありますけどね。あとその冒頭の挨拶は1年ぶりですね。懐かしいです。じゃ、早速本題に入りたいと思いますが、最初にご紹介するのは、ワクチンです。大丈夫ですかその話。なんか巷では、インフルエンザワクチンは副作用が強いから、子供どころか大人も打たない方がいい、みたいな話が未だに出回っているみたいなのよ。ああ、確かに結構話を聞きますよ。以前は学校でも予防接種を絶対にさせられていましたが、今はそうじゃないらしいですし、ワクチン陰謀論では、その点も盛んに言及されているみたいですね。まあ、ワクチン陰謀論がお好きな人には申し訳ないけど、ワクチンの効果については、信頼できるデータが多く、例えば、2011年に31件のデータをまとめたメタ分析では、ワクチンは子供への効果が高く、成人にもそこそこ効果があり、との結論が出ていたり、2014年に90件のデータをまとめたメタ分析でも、ワクチンにはそこそこの効果ありとの結論が出ています。ところが、陰謀論者は同じデータを参照しているのに、一部を切り取って予防接種は無意味だ。みたいな主張をする人もいるんですよね。それに、インフルエンザワクチンとかは、赤ちゃんのように年齢が若すぎると効果が出にくい可能性や、季節によっても効果が左右されたり、もともと健康な人が使うと効果がなかったというワクチンの事例もあるので、なかなか正確なワクチン効果を見定めにくいのです。なので、この問題については、一流紙でも意見が分かれており、BMJ は、厳密な試験だけのデータを使うべきと主張しているのに対して、ネイチャーは、感染病みたいな問題については、観察研究のデータも必要だという意見を持っています。だから、その辺の意見を踏まえた上で、CDC は、おおよそのワクチン予防効果は 50% から 60% という結論にしています。他には、WHO も、ワクチンは、最も効果的な予防法であると発言しているので、予防としてワクチンを打ちつつも健康面に注意した運動や食生活を心がければ大事に至ることは少ないと思います。でも、インフルエンザワクチンって、水銀を使っているから危険だ、みたいなことを言われていませんでしたか？それについては、結構前に WHO がワクチンに使われる水銀が危険という証拠はないと結論を出しています。ワクチンにはチメロサールという有機水銀が含まれていることがあり、神経の障害を及ぼす危険性を懸念する声がありましたが、仮に体内でチメロサールがエチル水銀に変わっても、分子が大きすぎて脳まで達しないというのが大方の見解になっています。そもそも近年ではチメロサールが入ってないワクチンが登場してきましたので、そんなに心配することでもないと思います。さらに最近では新型コロナウイルスに対して、オハイオ州立大学などのチームが、約30年前からのワクチン研究を調べ、そこから49件のデータをピックアップして、ワクチン効果の阻害要因をまとめました。この研究の意図は、インフルエンザ、B 型肝炎、腸チフス、肺炎ワクチンの効果に対する心理的な要因を調べて、この知見を新型コロナにも活用できないか、というものです。その結果として、ワクチンの免疫反応が低下する人に共通するのは、ストレスが大きい人でした。つまり、うつ病や何かしらの精神病、その他日頃のストレスが目に見える形で現れている人は、特にワクチンの効果が阻害される可能性がありました。なんか当たり前っちゃ当たり前の気もしますが。そうは言っても、いきなり明日からストレスがない生活を送るのは難しいと思うので、一応研究チームがおすすめする方法は、ワクチン接種の1日前に少しきつい運動を行い、7時間から8時間の十分な睡眠をとる感じです。なぜなら、ワクチン接種の前日に運動と睡眠の改善を行うだけでも、免疫反応が良くなる可能性があるからだそうで、もちろん普段から定期的にストレス対策をしておくべきではありますが、最低でも前日のコンディションを整えておくだけでもいいみたいですね。そう考えると、そもそも予防接種をしたからといって、100% ウイルスを予防するわけではなく、インフルエンザワクチンの予防効果は50から 60% 程度と考えて、日頃の運動や食生活、
睡眠等の自己管理も欠かさないようにするのが大切ですね。まあ、陰謀論の世界線では、パーセンテージという概念がないようで、絶対に安全か、絶対に危ないか、のどちらかで構成されているみたいで、他にも、安全とか危ないという部分で、議論されるものでは、主に遺伝子組み換え食品があります。確か以前、台湾の給食で遺伝子組み換え食品が禁止されたというニュースがあったんだけど覚えてる？確か禁止の理由が、毒性の強い農薬が使われているから、という話じゃないですか？そのニュースが事実かどうかはわからないけど、遺伝子組み換えは、ワクチンと同じくらい反対意見が多いわね。日本の厚労省やアメリカの FDA は問題なしと言っていますが、FDA の科学者の中には、予想できない被害をもたらすかも、などと発言しているので、結局どっちなの？という状態が続いています。そもそもなぜ、遺伝子組み換え食品がやばいと思われてしまうのかというと、人の体が対応してない新種のタンパク質ができてしまうケースが存在するからです。しかし、現在人に対する遺伝子組み換えの害を実証した研究は少なく、データの多くがマウスの実験によるもので、さらに人の細胞を使った生体外研究では、細胞を破壊する現象が見られたようですが、データとしては小規模なため、とても遺伝子組み換えは危険と断言できるものではありません。むしろ逆に、遺伝子組み換えは問題ないという研究もあり、遺伝子組み換えの穀物で育った動物たちのシステマチックレビューでは悪影響が確認されず、6年間の家畜のデータを調べても、遺伝子組み換え食品の悪影響はないという結論になってます。さらに、83件の論文を調査しても、遺伝子組み換え食品の健康リスクはありませんでした。論文の中で、研究者は、さらなる調査が必要と言いつつも、健康に対する悪影響は、騒ぐほどではないという結論になっています。遺伝子組み換えについては、よほど専門的な知識を持っていない限り、世間一般の認識では、なんとなく危ない程度の存在だと思います。でもまあ、よくよく考えると、言うほど危なそうには見えないですが。遺伝子組み換えの安全性には、科学的な合意がない、という論文もあることにはありますが、結構怪しいもので、2012年にアメリカ科学振興会が出した声明では、科学的な結論は明確だ。バイオテクノロジーの分子技術による現代の作物改良は安全である。WHO や米国医師会、米国科学アカデミー、英国王立協会といった権威ある組織がリサーチを行い、いずれも同じ結論に達している。と発言しています。アメリカ科学振興会は、世界でもトップクラスの科学団体で、ここが認めている以上は、科学的な合意があると考えるのが普通ではないかと思われます。もちろん声明だけでなく、科学的な証拠も豊富で、2013年に出た論文では、2002年から2012年の間に出た1783件の実験データをまとめた系統的レビューを行い、遺伝子組み換え作物の安全性を確認しました。レビューの中で、遺伝子組み換えは、環境にも人体にも問題がなく、遺伝子組み換え作物の DNA は、人の DNA に取り込まれることもないし、認可された遺伝子組み換え作物の中に、特殊なアレルゲンや毒物が見つかったという事実もないそうです。また、遺伝子組み換えが生態系を乱すという証拠も見つからず、さらに、2014年の系統的レビューでは、147件の実験データをまとめた上で、遺伝子組み換えの安全性はもちろん、農薬の問題についてもリサーチがなされております。その結果を抜き出すと、遺伝子組み換え技術を使うと、農薬の使用量を最大 37% まで削減でき、穀物の収穫量を 22% まで増やせるそうです。遺伝子組み換えは農薬の量を減らすので、逆に安全性が高くなる可能性も高いと言われています。じゃ、ここまでの内容をまとめると、遺伝子組み換え作物は基本的に安全で、さらに遺伝子組み換えによって収穫量を増やしたり、農薬の量も減らすことができるかもしれないってことですね。だけどここまで徹底的に安全性が保証されているのにもかかわらず、なぜ未だに遺伝子組み換えが危ないと信じられているのかが不思議なくらいです。やっぱり頭では理解しても、口に入れる食べ物の悪い噂を耳にすれば、誰だって健康的に生きたいのだから、警戒する気持ちもわかるわ。まあ、健康的といえば、あなたはベジタリアンを知ってる？確か、動物の肉や体内から生成されたものを食べず、
野菜などをメインの主食としている菜食主義じゃないですかね。そうよ。ベジタリアンは実践する人も多いけど、その分だけ批判も多いわ。よく言われるのが、ベジタリアンは本当に健康なのかという問題です。これについては、イタリアの研究チームが行った調査で、過去に行われたベジタリアンの観察研究96件のデータを使った系統的レビューを見ていきましょう。レビューの中では、ベジタリアンは一般的な食事に比べて、心疾患のリスクが 25% 減り、さらに、がんの発症リスクが 8% も減るそうです。さらに体重も少ない上に、コレステロール値も良好で、全体的に、ベジタリアンは体にいいという内容になっています。しかしこれにも問題があって、ベジタリアンの研究は、全般的に好ましい結果が出やすく、一部では、ベジタリアンを実践すると健康になるのではなく、元から健康的な人がベジタリアンを実践するせいで、ベジタリアンに有利な研究結果が出ているのではないかと言われています。1996年にオックスフォード大学が出した論文では、健康雑誌やサプリショップなどで募集をかけ、健康意識が高い男女だけを約1700人もピックアップし、全員を2つのグループに分けました。1つ目はベジタリアンのグループで、2つ目はベジタリアンではないグループです。2つのグループを17年間にわたって追跡調査したところ、どっちのグループも死亡率は同じで、さらに病気の発症率も同じという結果になりました。また、1994年の実験でも似たような結論が出ていて、結局は普段から健康的な食生活や運動を継続していれば、わざわざベジタリアンを実践しなくても、同じような健康メリットを手に入れられるそうです。確かに、ベジタリアンを始めたから健康なのか、もともと健康志向が強い人がベジタリアンをやっているせいで、良い結果が出ただけなのか、わかりませんからね。でも、ベジタリアンの人が野菜を食べる理由として、我々の祖先は、そもそも主食が野菜だったからだ、みたいなことを言ったりしますよね。そうね、確かに、我々の祖先は、今ほど肉を食べてはいないかもしれないわ。でも、それは、誰を祖先とするかにもよるわ。例えば、人類学のデータによると、200万年前の人族が肉を食べていたのは間違いないですが、野菜やフルーツの痕跡は残りづらいので、何を主食としていたのかを現時点で決めることはできません。さらに、人類の骨を調べた考古学研究によれば、初期の人族は、小腸よりも大腸の方が長かったが、徐々に小腸が優勢になっていったそうです。つまり、人は食物繊維よりも三大栄養素を消化吸収しやすい方向に進化しましたが、それ以前は葉菜類やフルーツがメインの食料だったのが、少しずつ肉と根菜類に置き換わっていったみたいです。だから、現時点で人類学のデータから言えることは、基本的に人類は雑食であり、100万年前からすでに肉を食べていたということです。なので少なくとも祖先がホモサピエンスなら、肉は食ってました。あと、ベジタリアンで健康になったのは肉をやめたからなのかという疑問を解決するために、テムズバレー大学では、過去に行われたベジタリアンの研究17件をメタ分析し、肉を食わないとどうなるかについて調べました。その結果、肉を食べる人に比べて、肉を食べないベジタリアンは、ビタミン B12 のレベルが 44% も低く、さらに、ホモシステインも 1.5 倍ほど高いことが分かりました。このホモシステインとは、血液に含まれるアミノ酸の一種で、数値が高いほど、血管の老化に影響を与えることが、文科省の研究からも判明しています。だから、ホモシステインの濃度を上げないためにも、ビタミン B12 を摂取する必要がありますが、肉類を食べないベジタリアンの場合、ビタミン B12 が不足し、ホモシステインによる血管の老化を防げない可能性があるのです。でもぶっちゃけサプリとかで、足りない栄養を補えばよくないですか？多分そう言うだろうと思って、この論文では、そのサプリにも言及されており、市販で売られているサプリやビタミン飲料に含まれるビタミン B12 を口から摂取しても、最大で 12% 程度しか体には吸収されないという結果になっています。どうやら、シアノコバラミンという効率の悪いビタミン B12 をサプリに使用していることが原因みたいです。つまり、サプリ選びも一筋縄ではいかないってことですね。私は逆に肉を食べた方が血管がカチカチになるみたいな話を聞いたことがありますけど、
確かに肉は、飽和脂肪酸を多く含むため、食べ過ぎれば血液がドロドロになり、ひいては、血管がカチカチになるのではと悩む人がいることでしょう。実験でも、肉で心疾患のリスクが上昇したというデータがある一方で、加工肉は悪いけど、普通の肉なら問題なしというデータもあって、なかなか判断に困る状況の中、パデュー大学は、過去に出た945件のデータから、質が高いものだけを選んでメタ分析を行い、肉を食べると血管がカチカチになるのかを調べました。内容は、2週間から32週間の間、1日に 35g から 210g の肉を食べてもらうグループと、1日に 35g 以下の肉を食べてもらうグループに分けて、コレステロールや中性脂肪、血圧などの変化を調べたところ、ハムやソーセージなどに加工されていない、牛や豚、鶏肉や羊肉などの精肉を調理して多く食べた場合には、特に心疾患リスクは上がらないみたいです。つまり、飽和脂肪酸そのものが血管をカチカチにするわけではないらしいです。ということは、ここまでの内容をまとめると、健康的な食生活を送れるのなら、ベジタリアンでなくても問題ないし、もしベジタリアンを始める人がいるなら、栄養管理はちゃんとできないと、逆に健康リスクが増える可能性もあるので、注意しようって話ですね。あと、我々の祖先も肉を食べていたってことも忘れないようにしないと。そうよ。それじゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。